こんばんは。今日は一つの藁から始まった優しくて不思議な物語をお届けします。その前に一つ皆様にお願いがあります。このチャンネルでは世界中の言葉で字幕をつけています。あなたの国の言語でありがとうとコメントしていただけたら嬉しいです。字幕が役に立っているのか、知ることのできる大切なヒントになります。それではゆっくりお聞きください。わらしべ長者。昔々ある国に一人の貧しい男がいました。ある日、男は思いました。どうしたら幸せになれるのだろう。男はお寺に行って観音様にお参りしました。7日間何も食べずにずっと願いました。どうか幸せになる方法を教えてくださいと。7日目の夜、男は不思議な夢を見ました。夢の中で観音様が言いました。朝、家を出て最初に手にしたものを大事にしなさい。それがあなたの幸せとなるでしょう。次の朝、男が外に出ると、石につまずいて転びました。手には一つの藁がくっついていました。男はその藁を持って歩き始めました。すると、きれいな蝶が飛んできて、男の手に止まりました。男はその蝶を藁の上に乗せました。その時、貴族の子供と家来たちが歩いてきました。子供は言いました。その蝶が欲しいなあ。家来が言いました。その蝶をください。代わりにみかんを差し上げます。男は蝶を渡してみかんをもらいました。
先に進むと、今度は道端に疲れている旅人が座っていました。旅人は言いました。喉が渇いて倒れそうです。男はみかんを渡しました。旅人は嬉しそうに言いました。ありがとう。これはお礼です。旅人は袋から絹の布を男に渡しました。男は礼を言ってまた歩き続けました。すると道の先で馬と商人が困っていました。商人は言いました。馬が疲れて動けないのです。男は絹の布を水で濡らして馬の体を優しく冷やしてあげました。それを見た商人が言いました。あなたは優しい人ですね。この馬をどうぞお受け取りください。男は馬をもらって歩きましたが、馬をうまく扱えず困ってしまいました。その時、大きな屋敷の前で声をかけられました。その馬をください。お金もお渡しします。そして、ここで働いてくれませんか？男はうなずき、真面目に働き始めました。誠実にコツコツと働きました。それを見た主人はとてもいい人だと思いました。ある日、主人はこう言いました。私の娘をお嫁さんとして迎えてもらいたいのです。この屋敷もすべてあなたに差し上げたいのです。男は驚きましたが、笑顔でうなずきました。それから娘と結婚し、幸せに暮らしました。始まりは道に落ちていた一つの藁。でも
真面目な心と優しさが幸せを運んできたのかもしれません。おしまい。もしかしたらあなたにもそんな出来事があるかもしれませんよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。いい夢を。